は建物を増やすだけの内政文明ではありません。封建でマナーハウスを置き、食料と木材を受け取る。そのマナーハウスをランカスター城で守り、徴収で守備兵を足す。上司以降はキープが完成するたびに伯爵近衛兵とゼミナンサーを強くする。つまり内政防衛軍編成を別々に作らず一つの陣地へ集める文明です。新文明であるイングランドの農場割引や城塞網をそのまま当てはめてはいけません。ランカスター家の中心はマナーハウス、キープ、そして役割の違う4つの固有兵です。今回はどこにマナーハウスを置くか、封建でどちらのランドマークを選ぶか、相手に何を出すか、この順番で整理します。ランカスター家はイングランドを新文明とする亜種です。しかしイングランドのロングボウ、短時街道、安い農場を起点に考えると最初の判断を誤ります。ランカスター家は羊からの採集が 20% 早く、町の中心が完成するたびに羊を4頭得ます。序盤の食料を安定させて封建に入ったらマナーハウスを内政の中心へ置く。これが第1段階です。マナーハウスは人口上限を10増やし、食料と木材を自動で生みます。さらに近くで働く村人1人ごとに追加の食料と木材を生みます。ただし1人の村人が同時に複数のマナーハウスを強くするわけではありません。マナーハウスを密集させて数だけ増やしても同じ村人を取り合う配置なら期待した伸びになりません。資源地へ新しく進出するとき、普通の納品所、家、内政建物を別々に置くのか、それともマナーハウス一つで納品、人口、継続収入をまとめるのか、この置き換えがランカスター家の最初の判断です。マナーハウスの価値は完成した瞬間の収入だけではありません。全資源の納品所なので、食料、木材、金、石のどれかへ村人を増やすとき、そのそばへ置けます。人口10も同時に増えるため、家を別に置く木材と建設時間を減らせます。村人が長く採集する資源地、次に生産施設を置く側、そして敵に荒らされても守れる位置、この3つが重なる場所が候補です。反対に遠い資源の端へ1頭だけ投げても村人が近くで働かず守備も届かないならマナーハウスは収入装置だけになります。ランカスター城を選んだ場合は全マナーハウスの耐久が500上がり矢狭間も得ます。だから封建のマナーハウスは城から完全に離れた欲張りな位置より全焼、町の中心、軍の戻り道と重ねられる資源地へ置く方が守りの形になります。羊の採集が早い間に封建進化の食料と金を集める。進化後は次の資源地へマナーハウスを置き村人を寄せる。この順なら羊の強みをマナーハウスの継続収入へ渡せます。封建進化の一方は召集動員です。完成時にランカスター卿を1人得て最大4人まで除任できます。ランカスター卿は近くの味方軍事ユニットの最大体力を1人ごとに 5% 上げます。さらに召集動員そのものが戦闘から離れた近くの味方を6を回復します。回復するのは修道院の周囲であってランカスター卿の能力ではありません。少人数の兵で小さな交戦を繰り返しかえって回復しまた出る形に向きます。ヨーマンで相手の軽装遠隔兵を削りホベラーで側面を見る。そんな機動的な封建戦では軍を失わず戻す価値が大きくなります。ただしランカスター卿を前へ投げて孤立させると最大体力の強化が届きません。軍の中心か退却できる位置に置き回復したい部隊は召集動員の近くへ戻します。もう一方がランカスター城です。これは防衛ランドマークで各時代に1回兵を徴収できます。マナーハウスが多いほど徴収コストは下がり全てのマナーハウスが硬くなります。現行ビルドでは8人を駐留でき駐留矢も使えます。相手が速い圧力を見せた総資源を守りたい石を次の町の中心やキープへ残したい。こうした盤面ではランカスター城を選びマナーハウスを守備網の内側へ置く判断が合います。大事なのは城を選んだから必ず受け身になるわけではないことです。徴収で一度守り残った軍をヨーマンやホベラーと合わせて前へ出す。その反転までが一手です。ここからはランカスター家の固有要素を役割で分けます。1つ目はヨーマンです。ヨーマンは封建から使える弓兵の代替となる低遠隔歩兵です。射程と移動速度を生かし装甲の薄い兵へ先に撃ち相手の前線の外から圧力をかけます。上司では同期射撃を研究すると指定した地点へ一斉射撃できます。狭い退路、建物の後ろ相手が密集して止まる場所へ使うと通常攻撃だけでは作れない瞬間火力になります。しかしヨーマンは非常兵に弱い兵です。相手の馬が見えたのに射程だけを信じて単独で広げてはいけません。ホベラーか僧兵を前へ置きヨーマンは撃つ場所を確保してから使います。ヨーマンの勝ち筋は遠くから撃ち続けることではなく相手に接近のための損を払わせることです。2つ目は
ホベラーです。ホベラーは宝剣から使える非常兵の代替となる安価な正規兵です。襲撃、側面攻撃、遠隔兵への接近を担当します。移動が速く、射撃防御も高いため、ヨーマンが苦手な遠隔戦の横から入りやすい兵です。ただし、近接兵へ正面からぶつかり続ける兵ではなく、対兵にも弱いです。相手が総兵を前に出したら、ホベラーを止めてヨーマンの射撃へ任せる。相手の遠隔兵が総兵から離れたら、もう一度横から回る。この切り替えが役目です。3つ目は、伯爵近衛兵です。伯爵近衛兵は、時代1から使える軍兵の代替となる重装近接歩兵です。硬い前衛として戦い、周期的に短剣を投げます。ヨーマンが後ろから撃つ時間を作り、ホベラーが回り込むための壁になる兵です。一方で移動は遅く、騎士、槍騎兵、土兵が苦手です。伯爵近衛兵だけを追わせると、相手に引かれて土兵削られます。前へ出すときは、相手の重装を受けるのか、通路を止めるのか、キープ周りを守るのか、仕事を一つに絞ります。キープが完成すると、伯爵近衛兵を3体得られ、稼働中のキープ1頭ごとに、伯爵近衛兵とデミランサーのダメージが1増えます。最大4まで伸びるので、後半は前衛を増やすだけでなく、どのキープを稼働させ続けるかも編成の一部になります。4つ目は、デミランサーです。デミランサーはランドマーク経由で得る耐久寄りの特殊な重機兵です。前線で受け、ヨーマンの車線へ相手をとどめる役に向きます。キープのダメージ強化も受けるため、石を守備拠点へ変えられた後半ほど価値が上がります。ただし火力は万能ではなく、総兵と土兵に弱いです。重機兵だからと土兵へ突っ込ませず、伯爵近衛兵で前を受け、ヨーマンで竿兵や軽装を削り、デミランサーは有利な接触だけに使います。そして、この4兵を支える建物がマナーハウスです。マナーハウスは兵を直接生産しませんが、食料、木材、人工、納品を一つにまとめます。ヨーマンを増やす木材、ホベラーや伯爵近衛兵を出す食料、次の生産施設を置く木材を同じ内政権から出すための土台です。兵士を1種類に決め打ちせず、ヨーマンは車線、ホベラーは側面、伯爵近衛兵は前衛、デミランサーは耐久のある接触と役割を分けます。城主進化ではホワイトタワーと国王大学を比べます。ホワイトタワーはキープとして働き、完成時に伯爵近衛兵を3体得ます。中央の資源、狭い通路、マナーハウスが集まる内政権を守りながら城主へ入りたいなら、すぐに防衛地点を作れる選択です。伯爵近衛兵を得るので、守った後に前衛も補えます。国王大学は全ての技術研究コストを 20% 下げ、ランカスター家の固有軍事技術を持ちます。すでに安全な陣地があり、次の石をキープへ回すより、技術で軍の役割を伸ばしたいなら国王大学です。ヨーマンの同期射撃など、編成を変える研究を早く選びたい盤面で価値があります。帝王進化では、ウィンガード宮殿は4種類の代替を生産できます。攻める軍をまとめて補充し、前線の押し返しを急ぐ選択です。バークシャー宮殿は強いキープとして働き、キープ連動のダメージ上限を6まで上げ、伯爵近衛兵も3体得ます。石のある防衛線を勝ち筋にしたいならバークシャー宮殿、軍の補充で押し切りたいならウィンガード宮殿、帝王ではどちらも封建の選択と切り離さず、マナーハウスをどこまで守れているかで決めます。ここでは上位試合の時刻を映した定石ではなく、現行の文明データから作る初心者負けの判断順を示します。1つ目、サラダミゲオを眺んだよ。暗黒では羊を中心に食料を安定させます。採集が早いので封建化の資源を急ぐ間も村人を止めないことが大切です。2つ目、ハエのヘトを封建に入ったら次の資源地か生産を増やす内政権へ最初のマナーハウスを置きます。近くで何人の村人が長く働くか、人工銃をどこで使うか、敵が来た時に守れるかを確認します。3つ目、兵に見栄を見やそうじゃお。相手が早く来る、外資源が危ない、マナーハウスを守りたいならランカスター城です。徴収を防御の保険にし、マナーハウスを八幡様と耐久で守ります。長期応戦を続けられる、少数の兵を失わず使いたい、ヨーマンとホベラーで外を回りたいなら超修道院です。修道院の周囲で回復し、ランカスター卿の最大体力強化を重ねられる、軍が戻れる位置で使います。DA4 名、司令の正常、相手の遠隔兵が多いならホベラーで側面を見ます。ただし総兵が前にいるなら正面へ突っ込ませず、ヨーマンで削る時間を作ります。相手の騎乗兵や近接の圧力を受けるなら伯爵近衛兵やサラ兵で入り口を止め、ヨーマンを後ろに残します。最初に作る兵ではなく、相手に何を近づけさせないかで組み合わせを決めます。5つ目、思考の代用。上司では守る石をホワイトタワーと次のキープへ使うのか、国王大学で技術へ使うのかを決めます。どちらを選んでもマナーハウスが村人のいない場所に散らばると内政も防衛も弱くなります。羊、マナーハウス、封建ランドマーク、兵種、
上司の投資。この5つを順に決めれば、秒単位の固定手順がなくても試合ごとに目的を保てます。ランカスター家の勝ち筋は、マナーハウスの収入を眺めることではありません。守れる資源地へマナーハウスを置き、ヨーマンが打つ時間、ホベラーが回る道、伯爵近衛兵が止める場所、デミランサーが接触する場所を作ることで、崩れやすいのはマナーハウスを守備網の外へ伸ばしすぎる時です。収入は増えても村人が荒らされ、兵が救援へ分かれ、キープの強化も前線へ繋がりません。もう一つは、伯爵近衛兵やデミランサーを重装だからと土兵や総兵や正面から出し続けることです。重い兵は前衛であって、全てを倒す兵ではありません。相手の騎乗兵には入り口を作り、相手の総兵にはヨーマンの車線を作り、相手の遠隔兵にはホベラーの側面を作る。この順で役割を組みます。キープが増える後半は、伯爵近衛兵とデミランサーのダメージが伸びます。ただし、石を使った建物が完成するまでの間は、兵が減ります。キープを立てる試合では、甲冑を守る前衛と、相手の波状兵器へ応える軍を先に用意します。迷ったら、4つだけ確認します。1つ、次のマナーハウスの近くで村人は長く働くか。2つ、そこはランカスター城、町の中心。軍のどれかで守れるか。3つ、召集動員なら軍は戻って回復できるか。ランカスター城なら召集の1回を意の危機へ使うべきか。4つ、キープを立てるなら伯爵近衛兵とデミランサーを支えるヨーマン、総兵、工場兵器は足りているか。この4つに答えられれば、マナーハウスを無目的に増やすより強い内政と軍の形を作れます。ランカスター家は筋の安定からマナーハウスへ入り、マナーハウスを守る防衛を軍の強化へ変える文明です。最初に村人が働く資源地へマナーハウスを置く。次に回復と増援なら召集動員、防衛と徴収ならランカスター城を選ぶ。最後にヨーマン、ホベラー、伯爵近衛兵、デミランサーの役割を重ねず相手の兵士へ応える。この順で考えると、ランカスター家は複雑な足ではなく、守る経済をそのまま活軍へつなげられる文明になります。